こんにちは、老後移住しました。です。今回は私たち夫婦が購入した家の話をします。この写真は購入直後に撮影したものです。築56年の物件です。お値段は軽自動車よりお安いです。2階建てで1階に台所、お風呂場で6畳2部屋。2階が4畳半と6畳間、3畳くらいの難度。トイレは水洗で1階、2階の2箇所。ちなみに、ウォシュレットもついていました。残地物は少ない方だと思います。水回りのリフォームがしなくても暮らせそうでした。これは修繕費用の大きな違いになります。床の歪みはほとんどありませんでした。床下は台所の床下収納を開けて見てみました。古い物件なので土台が土むき出しでしたが、土台に傷みは見られませんでした。次は天井ですが、唯一難度にシミがあったので、物件の持ち主の方に確認を不動産屋さんからしてもらいました。持ち主の方が以前に修理をしているとの返答でした。こちらは天井の張り替えだけで済みそうです。次は押し入れですが、1階の奥の部屋が日当たりが悪いせいか、白いカビのようなものが生えていました。こちらは押し入れを壊して作り直すことに、水回りのリフォームが必要ないことから、自分たちでできることはやってみようということに、時間だけはあったので、YouTube の DIY 動画を見ながら挑戦しました。今まで全く経験がなかったので、道具を揃えるところから始めました。ホームセンターに行き、素人でも扱えそうな、丸ノコ、インパクトドライバー、電動のこぎり、あとは、その他もろもろ必要になるたびに買いに行きました。はじめは1階の2部屋を1つにつなげることに、天井や押し入れ、作り付けのタンス。とにかく部屋のほとんどを剥がして壊しては片付ける、これの繰り返し。思っていた以上に体力、気力が必要でした。壊したものがたまると町のクリーンセンターに持ち込みます。町によって有料になるもの、無料になるものが違います。西伊豆町の場合、瀬戸物やガラスが無料でしたので助かりました。燃えるゴミは有料ですが、かなりお安かったと思います。畳は昔のものなので、重くて運ぶのに苦労しました。あまりにも重かったので、電動のこぎりで切って運びました。壊した後は板をサイズに切ってネジで留める。これもなかなかサイズ通りに切れずに苦労しました。切って、貼って、塗って、これの繰り返しをひたすら毎日頑張りました。隙間だらけの突っ込みどころ満載のリフォームですが、結局業者の方を頼むことなく住めるようになりました。予算的にとても助かりました。工具やその他の道具、マスキング用品、手袋や作業用のつなぎ、ペンキ、壁紙、床材、その他の材料、すべて合わせて30万くらいかかりました。床材や壁紙など、もっと良いものを使えば、費用は違ってきたと思います。自分たち夫婦だけでやるのは正直大変でした。経験は全くなかったのですが、2人ともものづくりは好きな方なので、夢中で作業していました。はじめより少しずつ要領も覚えて上手くなっていくことが結構楽しかったです。次回は老後移住してよかったなと思ったことなどをお話しさせていただきます。こんなことが聞きたいなどありましたらコメント欄にお願いします。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。